ホは顔の前に置いてうつ伏せに寝ましょう。まずは肩の真下にこんな感じで肘ついて、お尻を持ち上げてプランク、この状態作ります。ここからお腹をちょっと下に下げて持ち上げる、お腹を下げる、持ち上げる、これ繰り返していきましょう。きつい。腹筋がね、こうすると伸び縮みします。腰が痛いよって方は膝ついたままで上です。膝ついたままお腹下げる、上げる。で、お腹下げすぎると腰が反って痛くなります。無理なくできる範囲でいいです。お腹下げる、上げる。腹筋を使う感覚ありますか？腰反って痛い方は絶対無理しないでください。頑張れる人は膝つかないで。ずっと腹筋力入れて、あと少し。頑張って。ラスト1回。よーし、オッケー。そしたら次は、両手を耳の横つきます。ぐーっと上半身反らします。腹筋のストレッチです。腰が反って痛いよって方は、肘ついてちょっと顎持ち上げる。これだけでもね、OK です。さっきね、冒頭で30秒でできるとお伝えしたんですが、先ほど伝えたね、プランク。あれを毎日30秒やるだけでも、お腹めちゃめちゃへこみます。ぜひね、寝起きとか寝る前とか30秒だけでもいいので、毎日やるようにしてみてください。ただ理想はね、こうやって前後に腹筋のね、ストレッチも入れてあげると最高です。OK。もう一回プランクいきますよ。肩の真下に肘ついて、お腹を持ち上げます。お腹下げる、持ち上げる。お腹下げる、持ち上げる。繰り返しましょう。お腹下げた時に腹筋が伸びて、上げると縮まる。腰が痛くない範囲で、お腹上げ下げしましょう。きつい人、膝ついていいです。きつい。頑張って頑張って。肩腰痛いし無理しないで。サボりながらでも OK です。腹筋使ってる感覚、ちゃんとありますか？頑張れる人は膝つかないで。きつい。ラスト1回して頑張りましょう。しっかり上げる。OK。そしたら一回上半身べちゃーっと寝かせましょう。そしたらこのまま左足を右、こっちに持ってきます。左のお腹の前面、ここストレッチかけてます。上半身べちゃーっと寝かしたまま、左のお腹の前面ね、ここ伸びる感覚あれば OK です。イメージとしては、誰かにつま先をね、ぐーっと引っ張られてるイメージでやると、左のお腹の前面、伸びる感覚がね、わかりやすいと思います。呼吸は止めないようにしましょう。腰が反っていたい方、絶対無理しないでくださいね。よし、OK。逆行きましょう。上半身をべちゃっと寝かしたまま、右足を左、こっちに持っていきます。右のお腹の前面を、ストレッチしていきます。どうでしょう、右のお腹の前面伸びる感覚ありますか？いまいち伸びる感覚ない方は、つま先を誰かに引っ張られてるイメージで、ぐーっと遠くに向かって伸ばすと、右のお腹の前面伸びてきます。ただ肩腰痛い方、無理しないでください。上半身こうやって起きてると全然伸びません。上半身はなるべくべちゃっとつけておきましょう。これで最後に、きついプランクやって、おしまいにします。最後ね、30秒だけして頑張りましょう。OK。ラストプランクいきますよ。肩の真下に肘をついて、お腹持ち上げます。で、お腹下げる、上げる。お腹下げる、上げる。あんまりね、腰が反りすぎないようにしましょう。頑張って頑張って。きつい人膝ついても OK。頑張れ。ちゃんと腹筋意識して。腰がきつい人はね、途中でサボっても OK。一応ね、腹筋結構きついんですけど、まだ頑張りたい。早くね、下っ腹へこましたいよって人は、おすすめの動画概要欄貼っておきますので、このままね、続けてやっていただけると思います。あと、Twitter にさもね、毎日更新しますので、ぜひ、概要欄からフォローお願いします。ラスト1回、ぐっと持ち上げて、下ろす。OK、お疲れ様でした。スマホは床に置いて、体の正面で足の裏合わせましょう。こんな感じです。カエル足作ったら、手を後ろについて、ぐっと足持ち上げます。で、この時お腹へこませて、わざと猫背、腰を丸めるイメージです。腹筋使ってる感覚ありますか？この状態で30秒キープです。きつい人は、下ろす、持ち上げる、下ろす、持ち上げる、繰り返してもいいです。頑張れる人はこのままキープ。もしくはまだ頑張れる人は手を離してですね、こんな感じでやると、さらに腹筋に効きます。腰肩痛い人は絶対無理しないでください。ただね、呼吸は止めないようにして、しっかり腹筋力入れっぱなしです。きつい人は下げる、下ろす、繰り返してもいいし、最後の10秒サボってもいいです。無理せずね、自分のペースで最後まで完走しましょう。1回で収まるので、ぜひ期待しててください。OK です。大丈夫ですか？そしたら、後ろに手をついたままですね、次は、このまま、持ち上げる、下ろす、持ち上げる、下ろす、繰り返していきましょう。
膝はなるべく外に開いておく。しっかり腹筋、力入れて、腰丸めといて。腰が痛い人絶対無理しないでくださいね。きつかったらサボってもいいですよ。もしくはね、こうやって足閉じると、だいぶ負担減ると思います。しっかり足の裏を合わせて、膝を外に開いたままやると効果的です。あんまり肩ね、こう力入れすぎないようにすることと、呼吸は止めないようにしましょう。頑張れ。きつかったらサボっても OK。最後まで一緒に頑張りましょう。OK。右足伸ばします。こんな感じです。で、左手で右のつま先を触りに行きます。左の指先で右のつま先触れますか？最低でも触れるぐらいまでいってほしいんですが、僕もちょっと硬くてね、できません。左の脇腹、右の膝の裏、裏ももを同時に伸ばしてます。こうやって反動つけながらでいいです。呼吸止めないようにしましょう。あんまりね、無理やりやりすぎても良くないので、まあ呼吸止めずに反動つけながら、ゆるくズボラにやりましょう。ちょっと最初2種目きつかったですよね。あんなきつい種目もないので安心してください。OK。逆足いきましょう。左足伸ばします。で、次はですね、右手で左のつま先触りに行きます。頑張って。これもね、指先がつま先触れてほしいですが、僕は触れません。皆さんどうですか？で、本当に理想はね、もう手首がつま先に当たって、この足を掴めちゃうぐらいまでいくといいんですが、僕も硬いので大変です。皆さんどうでしょうか？できない方もね、大丈夫です。この脇腹、腰回り、あとは膝の裏とかね、裏ももが、硬いだけなので、一緒にね、頑張って柔らかくしましょう。OK。ついてきてますか？大丈夫ですか？これで右足を次左こっちに持ってきます。で、この足をお腹にグッとつけます。右のお尻伸びてれば OK です。このポーズできないよって方は、この右足もうちょい前、この辺で、こんな感じ。これでもね、右のお尻が結論伸びてれば OK です。頑張れる人は、なるべく足をお腹にグッとつけて、上から引っ張られてるイメージでですね、ピンと背筋伸ばす。そうすると腹筋しっかり伸びてきます。で、この時にあんまり肩がこう力入ったりとか、呼吸がね、止まったりしないようにしましょう。ついてきてますか？きつかったらところどころサボりながら、水分補給しながらやってみてください。OK です。逆いきます。左足を右こっちに持ってきます。で、この足をお腹にぐーっとつけて、左のお尻伸びてれば OK です。このポーズできない人は、この足をちょっと前、ここに持ってきて、左のお尻伸びる感覚あれば、それで正解です。多少ね、ポーズがちょっと不細工で、僕と違うなーってなっても、結論、左のお尻伸びてればそれで OK です。頑張れる人は足をしっかりお腹につけて、ピンと背筋垂らすとよりお尻伸びてきます。で、よくですね、こう、エアコンつけたりとか、暖房とか冷房つけて、ストレッチしていいですかって聞かれるんですけど、もちろん OK です。僕はね、そのエアコンの音が、この動画に入っちゃうのが嫌なんで、エアコンつけてませんが、皆さんはつけて快適な温度でストレッチやってください。OK です。よし。そしたら次はですね、右足伸ばします。で、なるべく開脚、こう、股関節広げます。広げた状態で体真正面に倒していきます。右の内ももストレッチかけていきます。で、つま先がこう前に倒れちゃってもいいんですが、なるべく真上向けましょう。右の内もも伸びてればいいです。もちろんつま先が前に倒れちゃう。これでも内もも伸びてる感覚があれば正解です。頑張れる人はもっと股関節広げたり、もっと体正面に倒したりしましょう。もう結構暑いですね。汗だくです。本当はクーラーを入れたいですが、ちょっと頑張ります。OK。逆行きましょう。左足伸ばして、股関節しっかり開きます。このまま体真正面に倒していきます。左の内ももストレッチかけてます。つま先なるべくしっかり真上向けておくと内もも伸びてきます。頑張れる人はどんどんね、体をもっと前に倒していくと良いんじゃないかなと思います。呼吸をね、止めないようにしましょう。で、いろいろこの動画やってる中で疑問点出ると思います。質問いただければ基本的に返信するようにしてますので、遠慮なくね、質問いただければと思います。呼吸は止めないようにして、きつかったらね、ところどころサボりながら、水分取りながらやっていきましょう。OK です。そしたら次、右足伸ばします。こんな感じですね。
で、右足の方に向かって体を倒しましょう。さっきは正面倒しました。今度は右足の方に向かって体を倒す。なるべく膝曲がらないように空いてる手で押さえて、右手で触れる人は右のつま先掴みましょう。伸びますか？右の膝の裏もも。あんまりね、肩がこう力入りすぎないようにして、呼吸は止めないようにしましょう。で、質問があればコメントいただいてもいいんですが、皆さんからの質問がね、結構似たようなのが多いので、概要欄のサブチャンネル、ズボラストレッチの教科書、ブログとかラジオとかで、回答してます。すべて無料なのでね、登録も必要ないので安心してご覧ください。OK です。逆いきます。左足伸ばします。で、左足の方に向かって体を倒します。なるべく膝曲がらないように空いている手で押さえて、左手で左のつま先掴みましょう。膝裏、裏もも、ふくらはぎ伸びる感覚あれば OK です。でですね、あんまりできてないんですけど、できたら皆さんのリクエストに答えるみたいなこともしていきたいので、リクエストあればね、遠慮なく、Twitter、インスタの DM とか、YouTube のコメントいただければと思います。で、もしね、なんか YouTube のコメント欄で質問しづらいって方は、Twitter、インスタで DM いただければ、基本的に返信しますので、Twitter、インスタからね、遠慮なく DM いただければと思います。OK です。そしたら一度、あぐらかきましょう。もしくは正座とか長座とか、楽な姿勢でいいです。その状態で、右手、右肘床について、左手万歳します。左の脇腹、脇の下ストレッチかけていきます。この指先、誰かに引っ張られてるイメージで、向こうに向かってぐーっと伸ばすと、より脇腹、脇の下伸びてきます。いまいち伸びないよって方は、もっと斜め前倒したりとか、真横に倒したりとか、自分が伸びる位置探してみましょう。ただ、肩腰痛い方はね、無理しないでください。で、呼吸は止めないようにしましょう。脇の下、脇腹伸びますか？よし、OK。逆行きましょう。左手、左肘を床につきます。で、右手上げます。脇の下、脇腹伸びる感覚ありますか？誰かに指先引っ張られてるイメージで向こうにぐーっと伸ばす。斜め前倒したり、真横に倒したりとかね。こうしたら伸びるなって角度自分で試してみましょう。呼吸をね、止めないようにしましょう。で、よくね、最近食事制限した方がいいですかとか、質問いただきます。食事制限できるならした方がいいですけど、個人的には食事制限嫌いなので、無理せず、できる範囲でいいんじゃないかなっていうのと、そういう質問をね、サブチャンネルで、食の専門家の方に僕が質問して、回答してる動画があるので、ぜひサブチャンネルから食事についてご覧いただければと思います。OK です。そしたら次はですね、こんな感じで足の裏、体の前で合わせて、膝外に広げます。で、手は後ろについていいです。しっかり膝を閉じ切る、開き切る、閉じ切る。限界まで開いて、内ももを使って閉じ切る。膝パカをね、座った状態でやってます。逆に頑張れる人は、こうやって手離してやると、腹筋、体幹にも効かせながら、内もものエクササイズができます。きつい人は後ろでこうやって手つけながら、ゆっくりでいいです。で、ズボラストレッチの種目、全部スピード勝負じゃないです。普段動かさない範囲まで動かすことが目的なので、ゆっくり開き切る、内ももを使って閉じ切る。よし、OK です。次はですね、このあぐらみたいな状態から、ちょっと右足前に出しましょう。で、体の真正面に体倒していきます。右のお尻、外もも、伸びる感覚ありますか？呼吸はね、止めないようにしましょう。いまいち伸びないよーって方は、右足もうちょっと前に出したりとか、手前に引いたりとか、もっと体を前に倒したりとか、いろいろね、試してみましょう。もしくは体をね、斜め前に倒すっていうのもすごい効果的です。どの角度が正解っていうのはないです。自分でお尻、外ももあたり伸びる角度探してみましょう。呼吸止めないようにしましょう。よし、OK。次は、あぐらの状態から左足ちょっと前に出して、このまま体真正面に倒していきます。左のお尻、外ももあたりが伸びる感覚があれば、それで OK です。いまいち伸びない方は足手前にちょっと引いたり、もうちょい前に出したり、体をもっと前に倒れたりして、いろんな角度で試してみましょう。で、この時にね、お尻、外ももではなくて、裏ももとか膝の裏がピキってなっちゃうとか、気になっちゃうとか結構いらっしゃるんですが、シンプルにね、そのピキってなってる気になるところが硬いだけっていう方が多いです。なので、シンプルにそういう、こうやって、膝の裏とか裏もも多めに伸ばしてあげると、その痛み取れたりとか、もしくはね、そこの気になるところ、こうやってさすってマッサージしてあげても良いと思います。
そしたら、4月1日から無料のメールマガジン、毎日配信します。なぜやるかというと、ズボラストレッチを頑張ってくれるズボラーの皆さんが120万人を突破して、どんどん毎日質問、悩み相談が DM、コメントで来ます。もうすべてに個別で答えたいんですけど、もう物理的に無理なんですね。なので、メールマガジンを使って皆さんの質問に回答したりとか、こんなことやったらどうって僕から提案したりとか、皆さんがズボラストレッチやダイエットをもっと気軽に楽に継続するために、必要なマインドとか、必要なメンタル、考え方、あとはズボラストレッチのおすすめのメニューとかを無料のメルマガで配信していこうと思ってます。まだ無料のメルマガ登録しない方は概要欄から登録していただくと、登録時のプレゼントとして僕が2ヶ月で8キロ痩せた方法やその他特典がついてきます。すべて無料で受け取れます。次は足伸ばします。両足伸ばします。で、そのまま前屈していきましょう。多少膝曲がってもいいので、指先でつま先触れるように、反動つけてもいいです。呼吸止めないようにしましょう。腰肩痛い人無理しないで。できつい人ね、水分補給したりとか、ところどころサボりながら自分のペースでやっていきましょう。呼吸止めないで。で、こうサボったりとかね、再生速度を調整したりとかしながらでいいんですが、よくそんな緩くていいのって聞かれるんですけど、どんなに緩くてもいいです。三日坊主よりもね、緩くても習慣化する方が絶対痩せるっても自信持っているので、習慣化目的にやっていきましょう。OK。次、開脚していきます。開けるところまで開きます。で、そのままゆっくり体前に倒していきます。内もも伸びる感覚ありますか？もしくはね、硬い人は膝の裏とか伸びる感覚があるんじゃないかなと思います。理想は120度ぐらい開いて、おでこが床につくこと。最低レベルですね、90度開いて、肘が床につくぐらいまでいってほしいですが、僕もね、これ、なかなかできないです。どうしてもね、撮影ない日にストレッチするっていう習慣がなかなかつかなくて、本当に毎日やらなきゃいけないと思いつつも、毎日できないっていう、こんなね、説得力のないトレーナーで申し訳ないですが、でも撮影の時はね、ストレッチしてるんで、最低週2ぐらいはストレッチしてます。OK。そしたら、もうちょっと楽なぐらいでいいので、ちょっと足閉じて、ちょっとこうやって開脚してるような感じで、手は床について、パタパタ、休憩ストレッチです。これ、つま先だけ動かすっていうよりも、この付け根からですね、動かすイメージが大切です。余裕がある人はちょっとずつこうやって開いた状態でパタパタしていくといいです。後ろ寄りかかってもいいし、手床についていいですからね。呼吸止めないようにしましょう。あんまり肩もね、こう力入りすぎないようにしてくださいね。OK。そしたら次はですね、両手、なるべく高く万歳します。で、下げながら肩甲骨寄せる。両手を高く万歳する。で、下げながら肩甲骨ギュッと寄せる。両手高く万歳。下げながら肩甲骨ギュッと寄せる。これ繰り返していきましょう。肩甲骨ギュッと寄せる感じわかりますか？ギュッと寄せる。スピード勝負じゃないですからね。限界まで高く上げてしっかり寄せる。で、この時ね、猫背だと効果半減しちゃいます。なるべく骨盤を立てておく。姿勢正しい状態でしっかり肩甲骨寄せる。ラスト1回やっていきましょう。OK。そしたら次はですね、ちょっと新しい種目いきます。肘曲げたまま脇をこうやって締めておきます。で、外にグッと開く。閉じる。開く。閉じる。これインナーマッスルのストレッチです。背中とかね、肩甲骨付近使います。脇をしっかり閉じといて、外にグッと開く。で、この時、こう猫背だと効果半減しちゃいます。なるべくでいいので、こうやって姿勢正しましょう。で、どうしても猫背になっちゃうって人は、ちょっとね、こうやって正座してやったりとか、ちょっとこうやって膝立ちでやってもいいと思います。なるべく猫背にならないようにしながら、やっていきましょう。OK。そしたらですね、一回体育座りみたいにしましょう。こんな感じです。で、左足を右足乗せます。で、この状態で、なるべく左足を右胸に近づける。こんな感じです。左のお尻ストレッチしてます。伸びますか？このポーズできないよって人は、一回足伸ばして、左足を右足乗せて、こんな感じ。これでも左のお尻伸びてれば、それで OK です。で、あんまりね、肩、こう力入りすぎないようにすることと、呼吸止めないようにしましょう。左お尻伸びてれば、多少不細工なポーズでも OK です。
でね、なんで呼吸止めちゃいけないんですかって聞かれるんですけど、シンプルに酸欠で頭痛出たりするので、呼吸をね、しましょう。OK、逆いきます。右足を左足乗せます。で、膝曲げます。で、右足と胸、なるべく近づけます。右のお尻伸びてればいいです。きつい人はこれぐらいでも OK。右のお尻伸ばすことが目的です。僕と同じポーズ取ることが目的ではないですよ。右のお尻が伸びてれば OK です。で、なるべくピンと姿勢胸張って、右足とね、体をこう近づけるとどんどん伸びてきます。結構きついですね。呼吸止めないようにしましょう。よし、OK。そしたらですね、次、右足伸ばします。この体勢立てます。で、左手、左肘、床についていいです。で、右手でなるべく遠くの床を触りましょう。脇腹、脇の下、お腹、いろんなとこが伸びます。なるべく遠くの床を触る。頑張れ、頑張れ、頑張れ。脇の下、脇腹伸びます。きつかったらね、一回こうやって緩めてもいいです。頑張れる人はどんどん遠くに手を伸ばしましょう。頑張れ、頑張れ、頑張れ。呼吸を止めないで。頑張って頑張って。肩腰痛い人無理しないでくださいね。途中で水分補給したりとか、再生速度速めたり遅めたりして、自分のペースでいいのでやっていきましょう。よし、OK。逆いきます。左足を伸ばします。で、右手、右肘床について、左手をですね、遠くに向かって伸ばします。遠くに向かって伸ばす、伸ばす、伸ばす。なるべく遠くの床触る感じです。脇腹、脇の下、お腹伸びる感覚ありますか？腰肩がね、痛いよって方は無理しないで。あと呼吸は止めないで。頑張って頑張って。どうでしょう、皆さんついていきますか？もしね、わからないことあればコメント欄で遠慮なく聞いてください。よし、OK。そしたらですね、足の裏、体の前で合わせます。こんな感じでカエル足作ったら、真正面に体倒していきます。腰、お尻、外ももあたり、同時にストレッチしてます。理想はですね、おでこが足につくこと。最低でもね、肘が床につくぐらいまでは行ってほしいです。どうでしょう、皆さん、できますか？できない人もね、お尻、外もも、腰、この辺がね、伸びてれば OK です。で、きつかったら反動つけながらでもいいです。で、質問なんですけど、全然ね、動画に関係ないことでもいいです。皆さんがね、気になること、素朴な疑問とか聞いていただければ、遠慮なく回答します。OK。そしたら次はですね、最初に行ったカエル、腹筋、キープいきます。体の前で足の裏を合わせて、手は後ろにつきます。このまま足を持ち上げて、腹筋使ってお腹へこませて、キープです。最初ね、キープできなかった人、腹筋使う感覚なかった、腰が痛い、そんな感じの人も、今どうでしょう、だいぶ楽な感じあるんじゃないでしょうか。腹筋使う感覚がある。もしくはね、キープできる時間が長くなった。そんなのもね、素晴らしい変化です。というよりも、そもそもここまで頑張った時点で素晴らしいですからね。ちゃんと腹筋意識して、ただ肩腰痛い人はね、無理しないでください。よし、OK。最後ね、一緒に開脚していきましょう。開けるところまで開いて、このままゆっくり前に倒れていきましょう。さっきよりね、だいぶ前に倒れやすいんじゃないかなと思います。どうでしょうか、ちょっとね、普段入れない種目もあったので、結構きつかったかなと思うんですけど、本当にね、お腹と足、1回で遅くなるので、メジャーね、持ってない方は近くの100円ショップ行けば売ってますので、ご購入いただいて、ぜひ測ってみてください。一応ね、Twitter、インスタ毎日更新してますので、ぜひ概要欄からフォローいただけると嬉しいです。あと、この動画だけじゃね、物足りないよって方は、概要欄におすすめの動画貼ってますので、このまま続けてやっていただけると思います。で、ここまで頑張った方はもうね、全然ズボラじゃないです。素晴らしい。もう自分自身に拍手しましょう。と持ち上げましょう。両膝曲げて、膝と膝をパタパタつけましょう。内ももを使って足を閉じます。余裕がある人は、もう少しグッと開けて閉じる。広げて閉じる。お尻はグッと浮かせると、下っ腹と内ももより効いてきます。この動画は15分に17種目詰め込むことによって、早く痩せたい人が効率的に効果を出せるようになってます。
なので種目と種目の間ほとんど休憩がない動画です。なので種目の最後の方にはネクストこんな感じで次の種目が映されます。なので心の準備、次の種目しておきましょう。よし、ちょっと休憩しましょう。次は自転車こぎやっていきます。膝曲げたまま両足を持ち上げて大きく円を描きましょう。前ももではなくて股関節、付け根、下っ腹を使って足を動かすイメージです。手を添えておくと分かりやすいと思います。前ももではなくて下っ腹、付け根を意識して行いましょう。全然余裕だよって人はお尻をもうちょっとグッと持ち上げて上半身は肩甲骨を床から浮かせる。こうするとかなりきつくなります。手を伸ばしたりするとね、これで強度マックスです。きつい人はもちろん普通にやってても十分効果あります。前ももだけ使わないように意識しましょう。次はこちらです。よし、 OK。 次は両膝曲げたまま左右に倒していきます。これは休憩も兼ねた股関節のストレッチです。倒せるところまでグッと倒す、グッと倒す。タオルはずっと入れっぱなしで大丈夫です。呼吸だけ止めないように意識し続けましょう。こんな感じで2種目おきに休憩のストレッチが入ってますので、自信ない方もね、最後までついていけると思います。次の種目はこちらです。よし、 OK。 次は足パカしていきます。ぐっと足パカ、この状態で膝を曲げ伸ばししていきましょう。しっかり曲げる、伸ばしきる、しっかり曲げる、伸ばしきる。伸ばしきるときに膝上、ここ使いましょう。膝上の肉を撃退しながら内もももストレッチしてます。余裕がある人はお尻をぐっと浮かせておくと下っ腹にまで効いてきます。頑張っていきましょう。呼吸だけ絶対止めないように意識し続けましょう。各種目の最後の10秒はいつも通りサボっても大丈夫です。ただ最後まで完走することが大切です。最後まで完走することで反り腰解消や太もも寄せ、お腹寄せにつながるプログラムになってます。次はこちらです。よし、 OK。 次は両足上げてパタパタ動かしましょう。下っ腹に効かせてます。腰が痛いよって人はさらに手をお尻の下に入れてお尻を持ち上げると楽になると思います。前ももではなくて股関節、付け根、下っ腹を使いたいので少し膝を曲げておく方が前ももに来づらいと思います。下っ腹、付け根意識し続けましょう。頑張っていきましょう。呼吸止めないようにしましょう。次の種目は休憩も兼ねた簡単なストレッチです。こちらです。最後頑張りましょう。よっしゃ、 OK です。次は両足を伸ばした状態で股関節を内外にねじっていきます。しっかり内側にグッと入れる、ね、外に開く、グッと入れる。ちょっと腰が反っちゃうよって人はお腹に少しだけ力入れておきましょう。しっかり付け根から動かす。つま先だけ動かすんではなくて付け根から内外にしっかり動かしましょう。反り腰の方とかお客の方は内は得意なんですけど外が苦手なので外にしっかり開く、ぐっと開く。次の種目はこちらです。よし、 OK。 次は足は肩幅ぐらいに広げてお尻をぐっと持ち上げます。お尻の筋肉を使ってお尻を持ち上げます。頑張っていきましょう。持ち上げた時に膝から肩一直線になるようにしましょう。腹筋とかじゃなくてお尻の筋肉ですね。お尻、裏もも使って持ち上げます。きつくて上がらないよって人は手を使ってぐっと持ち上げましょう。もうズルですけどね、 OK です。最後まで完走すること、お尻の筋肉を使うことが大切です。
こう反り腰の人は大体これ苦手です。お尻の感覚、お尻使う感覚わからないよって人はこうお尻叩きながらやるとね、あ、力入ってきたって分かってくると思います。次の種目はこちらです。よし、OK。次は膝曲げたままぐっと上げていきます。お尻をちょっと浮かせるイメージです。もっと膝曲げても大丈夫です。下っ腹を使うことが目的です。お尻をぐっと浮かせると下っ腹に効いてくると思います。例えばぐっと持ち上げて下っ腹きついところでキープも OK です。呼吸だけ止めないように意識続けましょう。次の種目はちょっと簡単な休憩ストレッチなので安心してください。最後の10秒はサボってももちろん OK です。頑張っていきましょう。下っ腹です。呼吸止めないように意識続けましょう。よし OK。次は足肩幅よりちょっと広めぐらいに開いて膝曲げたまま右膝内に入れる、左膝内に入れる、これを繰り返していきましょう。内に入れる、内にグッと入れた時に外もも、お尻、お腹にかけて少し伸びるかなっていう感覚があると思います。早くやるっていうよりも普段動かさない範囲まで内に入れるってことが大切です。反って腰が痛いよって人は少しだけ腹筋に力を入れておきましょう。呼吸止めないように意識して最後の10秒もちろんサボって OK です。どんどんサボりましょう。この動画最後まで完走することが大切です。次の種目はこちらです。よし OK。 次足パカです。ぐっと持ち上げて限界まで開く、内ももが伸びるなと感じるところまで開く。膝はできる限り伸ばしましょう。僕もちょっと曲がっちゃうんですがぐっと伸ばす。でもしこの体勢きついよって人は手でサポートしてもいいです。このストレッチは内ももを伸ばすことが目的です。手でね、こう内からでも外からでもちょっと支えてあげると楽ちんだと思います。全然余裕だよって人はこのままお尻をぐっと持ち上げると下っ腹に効いてきます。まだ余裕だって人はもっと広げましょう。内もも下っ腹に効かせてます。次の種目はこちらです。呼吸止めないように意識し続けましょう。よし OK。 次は足裏合わせて股関節外まで開く。この状態でお尻をぐっと持ち上げる、下ろす、お尻を使ってぐーっとお尻を持ち上げる。きつい人は手を使ってサポートしても OK です。お尻をぐっと持ち上げる。これはお尻の筋肉を使ってます。余裕だよって人はこの足手前にぐっと引いて股関節もっと外開いた状態で持ち上げるとかなり効いてきます。どうしてもきつくてできないよって人はさっきの種目と同じように足肩幅で股関節開かずに持ち上げるだけ、これでも十分効果的です。次の種目はこちらです。よし、休憩も兼ねチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。一緒に明日も頑張りましょう。